88艦隊計画において加賀型戦艦に続く戦艦として構想された紀伊型戦艦、さらにその後継にあたる超紀伊型戦艦についてご紹介いたします。この88艦隊の後期計画艦は近年になって平賀アーカイブが公開されたことでその全貌が明らかになってきました。現在見ていただいている艦は第11号艦とも呼ばれており、加賀型戦艦2隻、天城型巡洋戦艦4隻、紀伊型戦艦2隻に続くいわば88艦隊計画の集大成ともいえる存在でした。便宜上超紀伊型戦艦とも呼ばれるこの艦は複数の設計プランが検討されており、中でも41センチ4連装3機と連装砲が搭載された H 案は有力な案の中では最大規模の排水量で、実現していれば圧倒的な砲力を有する超重武装な戦艦となるはずでした。しかし第11号艦は1922年のワシントン海軍軍縮条約により機構はもちろん確定された設計案すら存在しないまま計画は中止、幻の戦艦となってしまったのです。88艦隊計画の原型は1916年に議会で承認された84艦隊計画に遡ります。当時アメリカでは英海軍に匹敵する艦隊の整備を目指しており、戦艦8隻、巡洋戦艦6隻を中心としたダニエルズプランが進められていました。この動きに強く影響を受けた日本では戦艦8隻、巡洋戦艦4隻からなる84艦隊計画を打ち出し、その後の情勢に応じて段階的に拡張され、最終的に88艦隊計画へと発展していきます。この中で加賀型2隻、天城型4隻に続いて建造が予定されていたのが紀伊型戦艦でした。本来であれば加賀型は4隻が建造されるのが自然と見るべきでしたが、アメリカの新型戦艦サウスダコタ級が40センチ50口径砲12門、400ミリを超える減速装甲、さらに高い速力を備えるという情報がもたらされ、これにより日本側の設計方針が大きく揺らぐことになります。ただサウスダコタ級の性能情報は主砲の性能を除き過大に見積もられていたことが後に明らかとなります。それでも強力な戦艦であるサウスダコタは日本側にとって重大な脅威であり、サウスダコタよりも確実に優速を得られるように加賀よりも大型で余裕のある設計だった天城型巡洋戦艦の船体を流用、天城をベースに装甲を強化した紀伊型戦艦が計画されることになったのです。紀伊型では減速装甲を天城の 254mm から 292mm に強化、甲板装甲は天城の 95mm から 116mm に強化が行われました。これにより防御は加賀型よりやや優れたものとなっています。また速力は天城型よりもわずかに低速の 29.75 ノットが予定されていました。主砲は引き続き41センチ45口径連装砲5機10門を採用。ただしバーベットの製造は国内交渉では間に合わず、イギリスへ発注されていたことが記録に残っています。これは当時の日本国内の交渉だけでは急増する新型艦の建造に対応しきれなかったことを物語っています。このように紀伊型は排水量の増大に伴いわずかに喫水が低下する以外、艦用は天城型とほぼ同じで、外見だけ見れば同型艦のように見えたはずです。そして紀伊は1921年10月12日に呉海軍工廠にて建造訓練が発令され、横須賀海軍工廠には2番艦尾張の建造訓練が同じく発令されることになります。しかし第一次世界大戦の終結に伴って時勢は軍縮の流れとなり、大国の間では軍縮条約の締結に向けての協議が進められていました。海軍内では軍縮条約に反対意見があったものの、締結はやむを得ないという意見も多く、日本国内の世論も軍縮に傾いていました。こうした流れの中で紀伊型戦艦はワシントン海軍軍縮条約の締結により寄港する前に建造が中止されてしまったのです。以前の定説では紀伊型戦艦は合計4隻の建造が予定されたと考えられていましたが、近年の研究により実際に計画されたのは紀伊と尾張の2隻のみであることが確認されています。この2隻はいわば設計変更までのつなぎとしての性格が強く、その後に続く2隻は艦用を大きく改められた可能性が高いのです。この超紀伊型とも呼べる後期2隻のうち1隻は第11号艦と呼ばれ、様々な設計案が検討されていたことが分かっています。実際に1919年10月に提出された88艦隊東備の6艦に関する具申書などでは、
新型戦艦の寛容を垣間見ることができます。それでは当時検討された13個の設計案を紹介してまいります。まず A 案は排水量が47,600トン、天城型よりおよそ6,000トン重く、原則走行を305ミリに強化した案です。続く B 案は主砲を3連装化したもの。連装砲に比べて約4,500トンの軽量化が見込まれていました。B 案は軍令部では有力な案とみなされていました。C 案では3連装砲を2機、連装砲を3機搭載する組み合わせとなっています。D 案はまるで不走型戦艦のように連装砲を6機装備した案です。連装砲は帝国海軍の主砲の運用方法に適しており、砲術面では扱いやすかったと考えられます。次の E 案は4連装砲を3機搭載する12門構成で、平賀譲造船艦も推進していたと考えられ、かなり有力な案の一つとみなされました。F 案では艦の前方に連装砲2機、後方に4連装砲2機を配置し、合計12門としています。G 案は4連装砲2機に加え、連装砲3機を搭載し、合計14門に火力を強化した構成です。H 案は4連装砲を3機、さらに艦首に連装砲1機を追加した合計14門の重武装案で、これも有力な案の一つだったと考えられます。I 案は4連装砲を4機搭載、41センチ50口径砲16門を備え、圧倒的な砲力を計画しました。J 案は I 案と同じく16門を備えつつ、原則走行を280ミリに抑えるなど、走行重量を削減した案です。そして、ここからは46センチ砲を搭載する案になります。K 案は46センチ連装砲を4機搭載した案です。平賀譲は46センチ砲の採用に積極的だったと言われており、確かに41センチ砲に比べると破壊力で大きく勝るという長所がありました。L 案では46センチ連装砲を1機増設、5機搭載としてさらなる火力強化が図られています。このプランは実際に第11号艦という名称が平賀譲の著作の中で使われており、彼が理想とした案に近いのではないかとも推定できます。そして末尾を飾る M 案は46センチ3連装砲を4機搭載し、合計12門という構成でした。純粋な砲力と比較するならば、戦艦大和をも超える恐るべき計画案でした。以上が第11号艦における叩き台ともいえる設計プランです。今回は B 案、E 案、H 案を有力な説であると紹介しましたが、一般的には3連装砲を持つ B 案は軍令部が強い関心を寄せており、最も有力な設計案であると考えられています。また軍令部では、キー型に次ぐ戦艦として新設計を待ち得ず、キー型と同型としたいという意見も出されており、A 案のような連装砲5機を備える無難な案にとどまった可能性も十分考えられます。これには3連装砲の設計実績に乏しく、製造コストにも課題が残されていたことが強く影響しています。この点について設計を担当した平賀譲は3連装砲の欠点を克服すべく4連装砲案を強く推進していました。4連装砲では左右2門ずつの交互射撃が可能で、しかも連装砲塔の構造を応用できるため、製造の効率化や軽量化が期待されていました。多連装砲の採用は主砲バーベットの数そのものが減ることで、船体重量の削減や装甲配置にも有利に働くと考えられていたのです。しかし、4連装砲案はあくまでも平賀譲が強く推した案に過ぎず、4連装砲ならではの欠点も存在していました。4連装砲の製造は果たして可能だったのか、実用性はどの程度のものだったのか、専門家の間でも否定的な意見は存在しているという事実も付け加えねばなりません。ちなみに平賀譲の著書「軍艦設計」には、第11号艦に関して排水量48,000トン、46センチ連装砲5機と記されており、ここでも46センチ砲搭載案も構想レベルでは存在していたことが裏付けできます。この武装配置は L 案の使用と同様です。ただし、キー型に続く第11号艦で46センチ砲を搭載できた可能性は極めて低く、当時の技術的、構造的制約を考えると、構想の域を出なかったと考えられます。なお、
当時の日本国内では41センチ50口径砲の国産化には成功しており、試作砲の試験も完了していました。46センチ砲の開発が間に合わない場合、88艦隊東尾6艦すべてにはこの41センチ50口径砲が搭載されたと考えられます。仮に3連装砲案や4連装砲案が採用された場合、東尾6隻ではキー型の船体を使い流すことは不可能であり、船体の大型化やバルジの拡大を行う必要がありました。全長は260メートルから270メートル程度、全幅も相応に拡大したのではないかと推定されます。定説では、第11号型は2隻の建造とされ、最後の4隻は第13号巡洋戦艦として別の艦として扱われています。ただ、状況によっては、88艦隊東尾6艦の性能と仕様は、ほぼ同一となった可能性も、しかし、超キー型の計画もまた軍縮条約によって全て白紙となっており、戦術した通り、確定した設計図も存在していません。果たして、第11号艦はどのような艦となったのか、ぜひ視聴者の皆様のご意見をコメントでお聞かせください。なお、46センチ砲にまつわる詳細なエピソードについては、次回に予定している第13号巡洋戦艦の回で詳しくご紹介する予定です。動画を最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。最後に告知です。宮豆さん帝国立体の所蔵作である大日本帝国海軍の戦艦 3D 図鑑が川出書房新書様より今月8月8日に発売となります。興味がございます方は Amazon やお近くの書店にてぜひご予約のご検討いただけますと嬉しく思います。連合艦隊戦艦12隻を竣工時から戦艦機そして終焉時と全ての年代を作り込んだ作品と詳しい解説でお届けいたします。なお発売日的には88艦隊も掲載されていると思われがちですけれども、88艦隊は現在制作中となっておりますのでご了承いただけますと幸いです。こういった分野に興味がございます方は我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。また動画への高評価もお待ちしております。それでは皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。